こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、4人目の私がプレイ開始しました。先人たちの意志を引き継いで頑張っていきます。またアイテム回収目指すんだっけ？はい。でも今回はいつもの子供ゾンビはいなそうなのであまり心配していません。さて、簡易地図の方ですが、前の私が最後を迎えた場所は赤い位置です。アイテムをサクサクっと回収した上で、南北通路9本目を掘りにかかります。まあそれはさておき、収集ブロックのことで重大な問題に今更気づいたので少し解説します。今までこれだけ掘り進めても、花が一つも見つかってないことが気になって調べてみました。そしたらどうも、前作のバージョン 1.7 で地下で花が咲いていたのはバグのためだったようで、修正されているそうなんです。要するに花の染料で作れるブロックが地上までお預けってことね。まあ仕方がないんじゃないの？いえ、この影響は割と深刻な問題になるんです。予定していたよう思うと色付き粘土の計12ブロックが入手できなくなると、普通にプレイしてても塔を地上に届くまで伸ばせなくなるんですよ。そこで急遽、地上まで足りない10段少々の高さを補う方法を考えてみたのですが、1は前作で達成済みですが気が進まず、2は正直絶望的です。3はかなり運に頼らざるを得ません。そこで、4か5を目指そうかと考えています。まあ無難そうなのは4番かしらね。でもどの道廃校を見つけてからの話ね。さて、ひとまず拠点から西の砂利採掘所で砂利をかき集めておきます。で、再びリスボーン拠点に戻り、ある程度の砂利を備蓄しておきます。この備えが無駄になることを祈りつつ、また死ぬと思ってなければ備蓄しないわよね。さて夜が更けてきたところで改めてアイテム回収に出発です。さて、そろそろアイテムロスとタイマーが動き始める距離に入りました。ここから5分の勝負です。案の定スケルトンに分かれてしまうし。まあ当然よね。でも、こういうこともあろうかと練習してましたからね。サクサク調理してしまいます。怖いけど大丈夫なはず。なんか違う。なんで私はスケルトン足止めしているの？ブロックを下に配置するのはゾンビの時です。ゾンビとは違うのだよゾンビとは。スケルトンだと直前まで視線を遮る必要があるから一手間ね。落下させる時には視線が向いてからじゃないとダメというのも一手間です。なんとか下ごしらえ完了です。それにしても意外とすぐに矢を打ってこないものなんですね。昔プレイしてた時は目が合った瞬間に撃たれたと思ったのですが。ところで、向こうにもう一体待っているように見えるんですが、気のせいですよね。知ってました。さて急がないと。しかし、手間取った割にアイテムロスとまでまだ2分半ほど余裕があります。というわけで、余裕でロスト前に間に合いました。なんだコウモリか。まあとりあえずアイテム回収成功です。よかったー。って、なんでお肉だけあんなところに。爆風で吹っ飛んじゃったのね。この2つのお肉があるとないとでは大違いです。さて、早々立ち去りたいところなんですが、その前に近くでゾンビ肉の音がするんですよね。なんだここにいたんですね私のゾンビ肉。せめて仕留めるまではゾンビと言ってあげて。さらにゾンビが増えてしかも回収し忘れたアイテムまで届けに来た。それにしても、一気にゾンビ2体が来るとか幸先いいですね。きっと前の私が守護霊のごとく運をもたらしてくれているのでしょう。そんな守護霊退散させた方がいいわよ。危な。運の悪い前のテリーに取り憑かれたらこうなるわよね。もし肉がドロップしてたならスケルトン側に落ちているんですよ。あれスケルトンは？浮いているゾンビ肉、釣り糸ついていないですよね。
でも回収しない選択肢はないですって危うく自分で掘った墓穴に落ちるところでした。用紙合計4枚です。食中毒を加味すると4枚超えはありがたいです。さて、6本目ゴール地点に戻ってきて廃校探し再開です。ここから西に64メートル掘り、そして9本目にかかります。まずは3分ほどで水流のある小洞窟発見です。しかし廃校は姿を現してくれません。先に進みます。さらに1メートル掘ったら右奥に広場がありました。土ブロックが不足気味なので丸石使っておきましょうか。何かありそうなのに何もないです。さらに2分後、ようやく土発見しました。ここぞとばかりに超がっつり取っておきます。がっつりしているとなんと砂利も見つけました。これはやはり前の私の守護霊からご加護を受けているようです。でもその守護霊、廃校発見運が皆無よ。続いて7分後、斜めに伸びている洞窟を掘り当てました。下の方に見える明かりは多分溶岩でしょう。反対側は特に何もありません。さて、バイオームが白樺から海岸、そして海洋に遷移したところで南北通路9本目のスタート地点に到達です。海の幸は期待できそうね。かもしれませんが、海洋は湧きすぎるので正直あまり掘りたくないんです。いきなりか。水浴びしているクリーパーと目が合ってしまって少し気まずいです。迫ってきてるし。私わざと覗いたんじゃないですよ。少し迷いましたが、掘り下げて地中から迂回することにしました。ここの広さじゃブロックの消耗が激しそうだものね。3段掘り下げた高さではレッドストーンが出てくるので時々ほのぼのできますね。耳に水です。さらに4分ほど掘り進めたところですが、今度はとても熱そうな水滴が滴っています。結局守護霊のついてた私は溶岩ダバーせずに済みましたが、スケルトンは助かりませんでした。海岸バイオームは9本目スタート地点の付近にしかなくて、今は白樺を突き進んでいるところです。もう海の幸が期待できなそうなので、ゾンビの声が近い時だけは掘り当て試みた方が良さそうです。回り込んできてくれないようです。そして6分後、地下峡谷を掘り当てました。座標からして多分、一つ西の南北通路で掘り当てた峡谷の続きですね。残念ながらまたも廃校はないようです。それから少し掘り進んだところで、ゾンビ声の主が現れてくれました。さてどうやって通路に誘導しましょうか。来てくれるようです。気をつけてね、落ちないでね。2枚ゲットです。これは美味しい。さてさらに15分ほど掘ったところでまたゾンビ声が近くなっています。でも今はもうゾンビ肉の手持ちが6枚、無理してゾンビ掘り当てに挑まなくてもいい頃合いなので、掘ることに専念します。うわーって本当に今のはやばかったです。危なっかしいわね。いやー、近くの洞窟からもゾンビ声が聞こえてたので油断しました。砂利は回収しておくとして、またもゾンビ肉2枚ゲットです。まだまだ絶賛ご加護中のようです。これもう当分廃校でないんじゃないの？さて今回は短めですがここまでです。実は花の剣で要塞エリアを掘るか大いに悩んで、少しプレイに間が空いてしまいました。次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。